は皆さんにこの間いただいた質問に答えていきたいと思います。たくさん質問くださりありがとうございました。ハーゲンダッツ食べながら答えていきます。また来た。いつもこれほど答え組。おすすめの趣味、朝とか夕方とかちょっとエモい時間帯のウォーキングとかお散歩、私もハマってて、ハワイでもよく朝お散歩したりとか、ほんと2時間ぐらい歩いたりとか、日本でも朝歩いたりしてます。やっぱり無心で外の空気を吸う、その時の季節感とか天気を感じたりとか、すごい気持ちがいいなって思いますね。ストレス解消にもいいと思います。一番好きなお菓子って何ですか？いつも見てます。大好きです。ありがとうございます。一番好きなお菓子か、いっぱいあるからな。チョコレートとかクッキーとかね、でもポテチも好きだし、全部大好きです。もうすぐオーストラリアにホームステイをしに行くので、海外で使えそうなバッグを教えてほしいです。ちょっと大きいやつがいいですよね。やっぱりいろいろ入れたりとかで、なんか治安とかどうなんだろう、悪かったりしたらあれだから、ショルダーとかいいんじゃないですかね。ひったくられないような。ヨーロッパじゃないからそんなことないのかな。でもこの間もハワイでお買い物をしてる時に、スーパーで母と一緒に買い物してて、母がクレジットカードで支払いしようとして、支払いの画面に切り替わるまでにちょっと時間があったんで、母がカードをこうなんか机みたいなところにポンって置いてたら、レジの人が危ないよみたいな、すぐさって持っていかれちゃうから置かない方がいいよみたいに親切に教えてくれました。好きなアーティスト誰だろう。テイラー・スウィフトはもうずっと昔から好きなんですけど、特にないかな、それ以外では。高校が変わって一番驚いたことありますか？もう驚きの連続っていう感じで、何から何まで違う。通ってる生徒の人たちの雰囲気も違うし、授業の受け方とか単位の取り方っていうんですかね、そういうのも全然違うし、人数が少なかったりとかすることもあって、なんか本当に新鮮。ハワイに行くのにどのくらいの費用がかかりますか？シーズンによるんじゃないですかね。ハイシーズン、お盆、ゴールデンウィーク、年末年始とかだとやっぱり飛行機もすごい高いし、4月の半ばから5月の半ばまで来てるんですけど、ノンシーズンだったらゴールデンウィーク以外は飛行機はそんなに高くない。でも今回は母の貯めていたマイルが JAL のポイントみたいなので飛行機を乗ったんで、飛行機はただなのかな。ホテルは高いね、やっぱり。ピンからキリまであるんですけど、いろいろ調べて、本当に一番安くても1泊3万円とか、例えば海の見える、本当目の前に海が見える部屋とかだともう10万円とか高いですね。ダイエット方法を教えてダイエットについて語れるような体型じゃないんですけど、食事ですよね、多分一番は。私が心がけなきゃいけないのは、なんか素材のものをそのまま食べるみたいな。あんまり調理せずに蒸したりとか、焼きでもいいし、そうやって食べるのが一番体にいいのかなみたいな。でもだからといってなんか全然食べないとかね、空腹を過剰に我慢するとか、糖を一切取らない、油を一切取らないは違うのかな。でも私もまだ日本に帰ってこれからダイエットしなきゃいけないってぐらいお腹が超出てます。高校生ちゃんみたいに時間をうまく使うにはどうすればいいですか？私もすごい下手くそなので、タスクを決めておく。で、順番に並べて、何時に起きて、大体何時までにこれを終わらすとかを、あらかじめ計画しとかないと、私もう本当に全然ダメなんで。とにかく決めとく。友達のテンションが高すぎて話についていけないです。どうしたらいいですか？ね。ちょっと飽きるかも。テンションが高すぎてついていけない。ただね、気が合わないってことなのかな。そしたら、気が合わない人ってずっと一緒にいると疲れちゃう傾向がある。別にどっちが悪いとかでもないんだけど、ずっと疲れるなって思う人だったら、あんまり一緒にいないかもしんない。はい。先輩とはどうですか？なんだろう。先輩に関する質問も多くて、復縁はあるんですかとか、また先輩が帰国したら遊ぶとかないんですかとか、最近どんな感じなんですかとか、すごい質問があったんですけど、先輩はこの間の動画でも話した通り、私が通信に変わるって時に連絡くれて、どんな感じみたいな、頑張ってねみたいなことは言ってくれて、先輩がインスタでストーリー上げてたりとかしたら、私はもう全然めっちゃ見に行ってる見ちゃうよね。で、なんか筋トレしてたんですけど、どんどんこう腕とかたくましくなって、頑張ってんなと思って、強そうって思って見てます。正直言ったら相変わらずかっこいいなーって思って見てますね。
学園とかないんですかって、これもよくたくさん質問にあったんですけど、やっぱりもう先輩のことを好きで付き合ってた時の自分と今の自分と違う場所にいるっていう感じはすごいあるんで、今はそういうことを考えずに自分のことを見つめて生きる時なのかなって思っています。はい。勉強のやる気の出し方教えてほしいです。いつも応援しています。ありがとうございます。勉強のやる気、私もないんで全然もう偉そうなこと言えないんですけどね。必要に迫られたらどうしてもやるじゃないですか。だからもうやるしかないってなった時にやったらいいんじゃないですかね。ここ目指さなきゃいけないっていうのが分かってるんだったら、ゴールが分かってるイコールやることも分かってくると思うんで、そしたらもうそれに向けて自分のやることを書き出してみたりとかして、一個ずつ着実に潰していけばいいのかな。だからなんかやるべきことを書き出して可視化するとやれる気がする。可視化するとさ、自分が何がやれてないとか何が今までやれてきたとかって分かるから、頭の中が整理しやすくてやる気も出しやすいと思います。通信制のデメリット、通信を経てどこに行きたいかにもよるのかな。私は今のところデメリットはあんまり感じないんですけど、メリットを感じてるっていう方が多いんですけど、でももし学力の高い学校に行きたいとかってなると、やっぱり授業が物足りない、かなりそれはあると思いますね。なんでやっぱりそういう人は全日で毎日しっかり授業を受けてしっかり課題をやってっていう方が行きたい大学目指しやすいのかなと思いますけど、学校に行くのが辛い時どうすればいいですかね。本当にみんなが抱える悩みだと思うんですけど、学生の人はもう絶対 100% みんなあるよね。これ一回休むっていうのが一番正しいと思うんですよね。みんな頑張りすぎだから、日本の学生も社会人もお母さんも主婦の人も旦那さんもなんだそれ、みんな本当に頑張りすぎだと思う。日本人って本当生真面目だからさ、日本人ってとか言ってなんか海外かぶれしたやつみたいな言い方したんですけど、日本の人の気質、真面目気質って良くもあるけどでも悪くもあるのかなって。同調圧力じゃないけど、休むのがダメとかさ、手を抜いたらダメとかさ、いつも一生懸命じゃなきゃダメみたいなのがすごいあるでしょ。これって学校教育でそういうの植え付けられてる感じがすごいするんですけど、すごい壮大な話になっちゃって、なんかみんな同じ小学校入ったらみんな同じ、まず筆記用具、カバン、帽子、制服とか同じ体操服で同じようなものを持って、とにかくさ、みんな同じことしようみたいな。でそっからさ、ちょっとでもずれたことするとなんか攻撃の的じゃないけど、自分はこうやってやってるのになんであんたはやんないのみたいなのがすごいあるじゃん。これが本当に良くないなって思って、そういうのに抗いたいなみたいなのもちょっとあって、通信に編入したっていうのもあるんですけど、もちろんね、人から理解されづらいっていうのはあるんですけど、それでもなんか自分を貫くみたいな、そういうのが必要。でも今の日本の人にそれって一番やりづらいことだなって思うんですけど、だからやっぱり学校に行くのが辛いってなった時に堂々とちょっと今しんどいんで休みますみたいなことが言いやすいといいよね。休んだ方がいいっていうタイミングを必ず見極めて休むことに罪悪感感じさせるこの社会が本当に悪いと。自分の限界っていうか、今いっぱいいっぱいだな、休む方がむしろね、後々のモチベーションにつながりますからね。なんでうまく休息しながらじゃないのかなって思うんですけど、周りに話せる人、親とか先生とか友達でもいいし、辛くて休みたいんだよねって言える人がいるんだったら、その人とかに話を聞いて回って休もうと思うっていうことに対して誰か肯定してくれる人がいるといいと思うんだけど、いなくてももうなんか理由つけて休むとか、一旦休憩するっていうのが本当に必要だと思います。なんでハワイに長期滞在しようと思ったのですか？なんでだろう。一番は今はこのタイミングで母が長期休暇が取れるタイミングで、さらに私も通信に編入して、割と自由に行動ができるってなったから、そんなタイミングってなかなかこれからの人生であるのかないかわかんないでしょ。だから今しかできないことをせっかくだからやろうってことで旅行に行こうかってなって、でいっぱい時間があるから行ったことないようなとことかもチャレンジしたいなって思ったんですけど、
休みたいってとにかくね、行ったことないとことか行って観光するってなると結構パタパタする旅行ってさ意外と逆に疲れたりしないですか。なんで、ゆっくりできるってところって言ったら、生き慣れてるところで、ハワイってやっぱゆっくり過ごすような雰囲気のところだから、やっぱハワイがいいよねってなってハワイに来ました。服はどこで買っていますか？なんかほんと適当なジャージ、私の Vlog 見てくださってる方わかると思うんですけど、おしゃれのおの字もないような感じだから、もうユニクロとか GU とかザラでも買うかな。おしゃれの語れるような服は本当に持ってないっていう感じなんで。気になってた人と映画行ってきたんですけど、デートですかね。今はただの友達だと思ってます。デートじゃないんですかそれは。おめでとうございます。朝早く起きる方法、もう一択で夜早く寝るしかないですね。 Do you want to do other job in the future? 将来のやりたい仕事未定です。お母さんの尊敬するところ、バリバリ仕事してる人みたいなイメージがあると思うんですけど、まさに本当にそりゃそうなんですよ。なんですけどめっちゃギャップがあって、なんか結構ちょこちょいで頼りないみたいな、ドジとかするし、あとすごいなんかふざけたことばっかり言ったりとかやったりとか、変なダンス踊ったりとかめっちゃ笑わせてくれるような。だからパッと見ね、お母さんのことよく知らない人からしたらただのバカな人に見えてるかもしれない。でもすごいね、芯がしっかりしてるっていうか、とにかく働き者、すごい。あんな人いないと思う。友達がお母さんに会うとみんなすごいお母さんめっちゃ綺麗だね、お母さん超可愛いねとか、お母さんお姉ちゃんかと思ったとか、なんかそれは絶対言われる。だから自慢のお母さん、本当に自慢のお母さん。おすすめのカラコン、ユーコスさんのチューズミー。最近自炊を始めたけどメニューが思いつかなくて、いつもどう見つけてますか？私は最初からこれを作ろうって決める時もあるんですけど、大体買い物行ってその時に安い食材、肉とか、例えば安かったのが鶏肉だったら安いものを買って、で家帰ってから鶏肉にまつわるレシピを調べたりとかですかね。ハワイでおすすめな場所、なんだろう、やっぱり絶対ビーチに絶対行ってください。朝の静かなビーチとか夕方のエモいビーチとか本当にいいですよ。あとはワイキキ以外だったらカイルア、何かいノースショアとか、超定番ですね。あとコーリナの方も静かで綺麗だし、ワイキキ本当に騒がしいので静かに過ごすんだったらコーリナとかカハラとかそっちに行ったらいいのかな。 YouTube をやろうと思ったきっかけはなんか動画の編集をやりたいなと思って、そういうクリエイティブな作業が好きなんですよ。昔から絵を描くとか、なんか頭がお勉強がちょっとあんまりできない代わりにそっちバタが結構得意で、絵がすごい得意だったんです昔。それでそのなんか延長で動画の編集とかすごい興味があって、編集をやってみたくて、なんか今すぐ撮れるものといったらなんかこの身近にあるものみたいな感じで、それでやり始めたのがきっかけで、そこからなんか追求してって今の形になったみたいな。もしかしたらワンチャン自分でもそれなりのお金が稼げるんじゃないのかなと思ってやってみたっていうのもあります。でも正直めっちゃ大変ハワイで過ごす中で一番楽しかったことは何ですか？なんか適当に起きてきて気ままにちょっとあっちの方まで歩いて買い物行ってみるかとか、海見に行ってみるかとか、今日早く起きれたから朝の空気吸いに行こうって言って朝散歩したりとか、なんかとにかく気ままに行動したこと。長くいたからほんと一日時間持て余しちゃう時もあったんだけど、でもそれが逆にすごい良かった。張り切ってなんか今日は何時から何時ここ行ってとかっていうのを本当一切しなくて、本当に気ままに過ごしたのが良かったかなと思いました。ハワイは日本人多いですか？すっごい少ないと思います。時期的にもうゴールデンウィークも終わったんで。でもゴールデンウィーク中でもあんまり日本の人そんなに昔に比べたらすごい減ったと思います。やっぱり円安が影響してるかなって思います。時間をグダグダ過ごしてしまうことが多いんですけど、何かグダグダしないためのコツ、今日はこれをするってあらかじめ計画しておくしかないですね。私もそうしない限りはグダっちゃいますね。お母さんと喧嘩しますか？喧嘩なんか言い合いとかは全く一切しないですね。したところで絶対勝てないんでめっちゃ爪綺麗で憧れます。爪のケアしてるんですか？なんもシャネルのネイルオイル塗ってるだけでジェルを常にするようにしてますね。あとは形を整える程度で全然綺麗じゃないですよ。もうカッサカサ。今のバイトに決めたきっかけは何ですか？
これはね実はみんなに言ってなかったんですけど先輩と同じ馬先を選びました。先輩の働いてる店舗とは違う店舗に働いてました。これやめてよかったなって思えたことなんですか？やめてよかったこと、学校かな全日制の学校やめてよかったなって思います。勉強得意ですか？とっても苦手です。高校卒業したら一人っ子 JK の JK の部分を変えるんですか？そうですね、変えると思います。何にするかは決まってません。推しいますか？推しいないです。最近の恋愛事情はどんな感じですか？特にないかな。スマホのロック画面は兄ちゃんとおっちゃんです。今高校3年生なんですけど、もう少しで母子家庭になります。そのことが受け入れられず泣くことしかできません。どうしたら気持ちを切り替えて母子家庭の生活を楽しめると思いますか？無理に切り替えることは難しいですよね。実際に母子家庭生活になってみて少しずつ慣れたらだんだんなんていうのかな、自分のリズムみたいなのがつかめてくるんじゃないですかね。もちろん最初は悲しくて当然ですよね。無理に切り替えようとしなくてもいいと思うんですけど、でなんかどんな環境でも前向きに楽しもうという姿勢が素晴らしいですね。なのでこの質問された方の将来は明るいと思います。英語はある程度話せますか？もし話せてたりしたら勉強法を教えてほしいです。英語は全然話せないですよ。英語の話せるレベルが10だとしたら、私は多分1とか2とか、よくて2とかそれぐらいです。ただ何回かハワイに旅行に来たことがあって、だからなんかレジで注文するとか買い物の時に使う英会話みたいなのはある程度は大丈夫かも。だいたい Can I have 何々とかそれで大丈夫伝わらなくて何が言いたいか分かんないみたいなのが一番良くないと思うので、単語でも何でもいいからとにかく話してみる。Good morning. Okay, thank you. You too. 学校の先生がクラスのみんなに対して暴言的なこと入ってきて精神的に辛いです。ダメだよねこれ。先生がこんなことするのありえないよね。これもうあれじゃないの、教育委員会案件なんじゃないですか。教育委員会ホームページ調べてなんか問い合わせみたいなところから匿名でこんなことがあるみたいなことを通報してもいいレベルですよね。好きな人にどうやってアピールしたらいいですか？これはちょっと得意なんですけど、やっぱり好意があるっていうのを何らかの形でお知らせするのがすごくいいと思います。なので自分が先輩の眼中に入るために私はインスタを手にフォローしてDM を送りました。ちょっと DM が続いたりとかしてちょっと雑談したりみたいな感じのことして、そこまですればね十分こいつ俺に気があるんじゃねってなると思うんで、そんだけすれば十分だと思うんですよ。眩しいサングラスしてで、もしかしたら俺に気があるのかなってところまでまずは進めて、だからといってなんか好きとかそういう決定的なことは決して言わないのが一番いいと思います。ジェルネイルするためにあった方がいい道具なんですか？おすすめのコスメブランドなんですが、まずジェルネイルは UV ライトが絶対にいるので UV ライトを一つ買いましょう。で、私が使ってるのはシーインで買ったほんと1000円とかもしない小さいコンパクトなやつなんですけど、あとはセリアとかダイソーで全然100均でトップコートとかベースコートとか好きな色のジェルネイルを買うだけで全然いいと思う。おすすめのコスメブランド、私マックが好きです。マックは母がずっと使っていて、そのお下がりをもらって使い始めたのがきっかけなんですけど、ハイブランドのコスメとかもパケが可愛くていいんですけど、やっぱコスメ屋さんが出すコスメはやっぱ間違いないなって、発色がいいなって思います。リップとかアイシャドウとかの SNS がバズるコツってありますか？それ私もよく分かってなくって、どうしたらバズるかなんだろうね、分かんないんだよね。っていうか自分のチャンネルも別に対してバズってはないっていうか顔を出してないんであれなんですけど、パッと見でなんとなく見たいなって思
得るようなコンテンツを作るようにしてて、 YouTube だけで活動してるんですけど、 YouTube はまずサムネとタイトルが命だと思うんですよね。なんでパッと見でこうサムネをパッて見た時にクリックしてみたいなって思えるようなワクワクする感じが伝わるサムネを作るようにはすごい心がけてるかな。なんかサムネのためにめっちゃ時間何時間とかかけて撮影してるようなところもあったりで、タイトルもある程度インパクトもあるというか人目を引くようなタイトルはつけるようにしてて、ただそのタイトルとかサムネと中身があまりにも乖離してるとかってなると、それはねマイナスポイントになっちゃうんです。改善点を常に見つけながら作るっていう感じですかね。あとチャンネル名に私は母子家庭一人っ子っていうワードを入れてて、それがねなんかたまに反感を買っちゃって、なんでわざわざ母子家庭って言うんだとか言われることがあるんですけど、チャンネル名って自分のことを全然知らない興味もない人に唯一プレゼンできる場所だと、貴重な場所だと思うんですよ。最大で何文字入るか分かんないですけど、その少ない文字数でパッと見で興味を引くプレゼンをしなきゃいけないのじゃないですか。だからただ高校生とかって言ったところで高校生で Vlog してる人なんていっぱいいるし、アイデンティティ的なものを示すのに母子家庭一人っ子育ちっていうのは外せないなって思って、それが今の自分を作ったわけだから、そうだからあえて意識して入れてるっていうのもある。そうで入れなかったら入れなかったで、なんで母子家庭ってことを隠してるんですか、絶対詮索されるでしょ。めんどくさいじゃんそういうの。暑い暑いな。街の方に行っていいですかごめんなさい。タディ with me を撮る予定はないですか。需要があるなら撮ってみようかな。需要ありますかね。高校生ちゃんが通っている通信制は先生が黒板に書いて説明するような授業ありますか。はい、もちろんありますよ。授業はそういう感じです。黒板じゃないんですけどね、なんかもうちょっと現代的なホワイトボードとかプロジェクターとかそういうのを使って授業を先生が説明してくださって受けています。学校を辞めて海外で遊んでいるだけにしか見えません。何がしたいんですかっていう質問もありました。遊んでるだけではないかな。ただ見せてないだけで、今しかできない、このタイミングでしかできない経験をしようっていう感じですかね。そんな深い意味はないです。あと母さんにどうやって育てられましたか。母さんはね、昔からなんかあれやれこれやれとかは特に言われなくって、勉強もしろとかそういうのは全然なかった。特に何も言われなかったですね。ただなんか例えば人に何かをしてもらったらありがとう言いなさいよとかさ、ありがとうって言ったちゃんと、そういうのは言われたかな。あとは自分の名前を一人称で呼ぶなとか、母さんをママって呼ぶなとかは言われた。大学生になって顔は出しますか。顔はね出しませんね。きっと自分の顔を見てもらうっていうコンセプトもチャンネルじゃないので出さないと思います。